はい、皆さんこんにちは、力瀬です。はい、ということで今日は僕人生初の、ルームツアー動画を撮らせていただくってことで、なんとですね、僕がいつかちょっとルームツアー撮らせていただきたいなっていう風に思っていた方の部屋を紹介させていただきたいと思います。多分もうこの動画見てくださってる方、多分知らない方ほとんどいないと思うんですけども、一応念のため自己紹介だけいただいてもいいですか？はい。インスタグラムでアパートメント301という名前で活動しております。割と物が少ない片付けなどを発信してたりしますので、もしよかったら見てください。はい、ということで今日は、アパートメント301さんのお部屋を、ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと人生初のちょっとルームツアーでめちゃくちゃ緊張してて、初めて対面させていただくってことで、もうすごく憧れのお部屋で、僕ずっとインスタグラム拝見させていただいてて、嬉しいです。もう本当にちょっといつかこういった感じの雰囲気でちょっと僕もね、暮らしてみたいっていうのがあるので、ぜひね、YouTube 見てくださってる方、何かインテリアの参考だったりとか、もともと震災をきっかけに物を減らし始めたっていうことで、僕も実は5、6年前ですよね、広島の土砂災害の震災を、経験してはないんですけど、ボランティアさせていただいてて、結構共通でちょっとつながるポイントがあるかなっていうふうに思うので、ちょっと僕も楽しみです。はい、ということで早速ルームツアーの方を撮っていきたいと思います。はい、ということで早速玄関からご紹介、させていただきたいんですけども、ちょっと気になる箇所がいくつかあったりはするんですけども、まずこのスマートロック、これはキュリオロックですね。ここいかんせん築フルで、セキュリティゼロなのでそれでスマートロックつけてみました。すごい。僕もこれ使ってるんですけど、アパートメントさんのやつは黒いタイプの。そうです、これ黒いタイプで、お部屋の雰囲気とすごいマッチしてますね。で、僕すごい好きなのがこの照明。照明です。すごい素敵だなと思うんですけど、これはなんかどこかの。これはですね、ピーター・アイビーっていうガラス作家さんが作られてる照明になるんですけど、なるほど。綺麗ですよね。電球の感じというか、外国っぽい感じの質感ですね。ですね。で、中がやっぱり白熱球でフィラメントが綺麗に見えるので、そういうところもやっぱり綺麗なんですね。ありがとうございます。イソップが。そうですね。イソップがありますね。これボディバームなんですけど、なんかこうちょこちょこすぐ使える場所に置きたくって。なるほど。ここに玄関の方に置いてるって感じですか。イソップいいですよね。香りがいいですよね。そうですよね。僕もボディバームじゃないですけど、ハンドソープっていうか、あれ使ってるんですけど、結構この容量だいぶなくならないですよね。延々と使える。そうですよね。僕も結構半年ぐらい使ってるはずなんですけど、あんまりなくならなくて。減らないですよね。そうなんですよ。続いて、このちょっとお手洗いの方をちょっと見せていただきたいなと思うんですけども。今暗いんですけど、ちょっと中に入ってもらうと、明かりがつきましたね。センサーライトになってまして、これもセンサーライト。なるほど。これはもう人感センサーみたいな感じで。そうですね。今横のところにその機械があるんですけど、それが反応してくれて。これもフィリップス。フィリップスですね。夜の眠ってて、でも目が覚めてトイレに行った時にこの明るさで疲れると目覚めません？これは結構覚めるかもしれないですよね。なので夜10時以降は暗くつくように設定してます。そういうタイマーじゃないですけど、時間に合わせた。そのつく明るさっていうのも調節できる。それすごいですね。ってことで続いてこのキッチン周りをちょっと見させてもらいたいなと思ってて、このキッチンすごくおしゃれだなと思って、こちらのキッチンはガスバーナーとかももともとこれだったんですか？これは持ち込みで自分で好きなものを持ってくる形だったので、自分で選んだものを置いてます。なるほど。
どういったものなんですか？こちらはリンナイが作ってるはい。バーモっていう種類のコンロになります。はい。グリルがないんですよね。あー、なるほど。なので、すっきりしたデザインそうでですすね。ね。で、上もフラットになってるので、はい掃除もしやすいなるです。ほど。で、ちなみになんですけど、この上にあるうん。収納というか、うんうん。はどういったものが入ってるのかって。収納は、はい。こんな感じで、おー。洗濯ネット、はい。ゴミ袋。おー。あとなんかこの辺はコザコザしたものが入ってるんですけど。なるほど、なるほど。これやっぱ収納部分ってやっぱ地震とか災害とかあると倒れてきやすいものっていうのがあるこので。こ震災の時は全部、はいー。この扉開いて全落ちしましたね。わー。うん。じゃあもうこういうところに結構重たいものだったりとか、食器だったりとか入れてると結構危ないですよね。そういった意識もあるっていう感じですはい。ね。もう軽いものがなるほど一番です。。キッチンの下ってどういったものをキ入れられてる？ッチンの下はですはね、こっち側が、はい。まあ、鍋とか、はい。包丁のうセットとか。ーん、なるほど。あとなんか、私トマトジュース飲むのでトマトはいジュースと。ああ、美味しいです。か。はい。これはプロテイン用のシェイカおー。ー、プロテインも結構飲まれるんですか？飲みます。すごい。あとはこの中が、はい。こんな感じで、ドライヤーとか、おーアイロンとか、まあ、そういうケア商品的なもの。ゴミ箱ってあ、どっち？ゴミ箱を部屋の中には絶対置きたくないああ、そうですよで、ね。この中にはい。無印のファイルボックスを使っておーゴミ箱なるほど作ってます。その手があったか。はい。僕もすごいゴミ箱問題にずっとここ1悩み年2ますよ年ね。悩みながらやってるんですけども、はいこういう、キッチンの下とかに収納されてる方って結構ミニマリストの方だったりとか持たない暮らしされてる方、うんうん結構多いのかなと思ってて、はい。これも、ファイルボックスを利用してそれをゴミ箱代わりにするっていうのもすごくいいですね。ちょうどいいですね。うん一人暮らしだとそんなにゴミもたまらないので、はい、わかります。大きなゴミ箱が邪魔になることが多かったんですね。確かに。それで、でも分別はしないといけないっていうので、そうですよね、ファイルボックスだとちょうどいいですよね。無印やっぱすごいですね。最高です。ゴミ箱として作ったわけじゃないんだろうけれども、結果的にゴミ箱として使えるっていう。使い方自由だと思うんで、決められたね、ものに縛られないというか、素敵だなと思いますね。ありがとうございます。で、この下に引き出し作ってるんですけど、ここに食器を収納してます。地震の時に何が一番大変だったって、食器が割れて破片が飛び散ったのが一番大変だったので、若干トラウマになってる。確かに。なので、一番床に近いところで、しかもこう箱の中に入れて、できることならこの中で粉々になってくれればいい。そうですね。床の下にあるとやっぱ安心感あるし。ですね。高いところから落ちるとやっぱり落下の衝撃で割れた破片の飛び散り方もとても広がってくるので、できるだけ低いところに入れるっていう素晴らしいですことをしてます。あれもすごく科学僕好きなんですよね。ありがとうございます。はい、インスタグラムでよくあげます。はい。はい、ありがとうございます。ということで、続いて気になったのが、こちら。はい。これはどういった？こちらは Google Nest Hub Max っていうスマートディスプレイになるんですけど。なるほど。どういった時にこれを使うんですか？これ、朝から勝手に喋り出すように設定してるんですよ。ああ、なるほど。目覚まし代わりに使ったりとか、あとこう時間を言ってほしい時間に時間を言ってくれるようにとか、電気を消したりつけたりとか。なるほど、なるほど。結構便利ですね。じゃあこれで指示すれば、いろんなスマート家電だったりとかを操作できる。できます。おお、すごいですね。便利なんですよね、スマート家電。バルミューダの。バルミューダです。トースターですかね、これ。これね、電子レンジの方です。電子レンジですね。高級感ありますね、バルミューダって。バルミューダデザインがやっぱりいいですよね。なんかうちも使ってるんですけど、このケトル。はい、ケトルを僕も使ってて。うちは白のものを使ってるんですけど、白もいいですよね。黒もすごくシックな感じで、このやっぱ艶のないこのマットな感じ、バルミューダらしいですよね。続いてこちらの冷蔵庫は
こちらは無印良品です。ですよね。僕実は、無印良品で学生時代にアルバイトをしまして、すごいもしかしたらこれは無印なのではって思って。無印結構使ってますね。やっぱりシンプルなので使いやすいです。ですよね。僕ちょっとこの気になるのが、この四角い機械みたいなものっていうのは、こちらは除湿機になります。なるほど。カドっていうところのメーカーさんなんですけど、結構有名ですね。有名ですよね。シンプルなデザインで、とても好きで、どうしても除湿機って見えるところに置かないといけない家電なので、なるほど。見た目重視です。このね、床がモルタル調というか、いい感じの質感だなって思ったんですけども、これは自分で変えられてるんですかね？そうです。これ、もともとうち茶色い床だったんですね。どこにでもあるような。その上にただ置いてるだけ、フロアタイルをただ置いてるだけになります。なるほど。置くだけのフロアタイル。そうです。これいいですよね。なんか僕もフロアタイルいいなと思ったんですけど、なかなか好きな質感のものがなかったんですけど、このすごいフロアタイル、すごいいいなと思って、置いてるだけでも結構高級感あるし。雰囲気がやっぱり一番変わりますよね。そうですよね。なんかあとまた引っ越しを検討されてるっていうことで、なんかまた引っ越す先でもまた同じような床材使いたいなと思った時でも、そうですね、これを持っていけば使える、同じ床材で引っ越しも簡単にできるっていう感じで、このお部屋を象徴する家具かなと思うんですけど、このすのこのベッドっていうんですかね。そうですね。上に畳が置いてある、畳のベッドになるんですけど、こちらがYouTuber の建築家2人暮らしさんっていう方が作られたリビングベッドっていう商品になりまして、それを頑張って買いました。なるほど。なんかよかったら座ってもらっていいですか？結構ここ低いんですよね。そうですね。高さが低くって、なのでお部屋の中でも、結構これ大きいサイズにはなるんだけど、圧迫感がないっていう、ベッドってどうしてもサイズが大きいので。そうですよね。このサイズって普通のベッドでいうどれぐらいなんですよね？こちらは一応セミダブルにはなるんですけど、多分普通のベッドのセミダブルよりこのフレームの分大きい感じかなっていう。やっぱ僕思うんですけど、やっぱこれだけ床に物を置いてないというか、床に余白があるからこういったセミダブルぐらいのそのこのベッドも置けますし、広々とした空間でね、夜寝ることができるんで、これは本当物を減らしてよかったことの、象徴的な理由になるかなって思います。気になるのが、ここら辺のアート周りって、この前シルさんが撮られたルームツアー、この時とはなかったものが、また、進化してるかなと思うんですけど、一つ一つちょっとご紹介いただいてもいいですか？まず一番奥にあるポスター。これはここにあるコンセントを隠したいがために買ったポスターになります。なるほど。なんか以前ルームツアーでご紹介されてた傘立てをうまい具合にコンセント隠しとして使ってたんですけど、あのアイディアすごいいいなと思って。ありがとうございます。あれからもうちょっと進化させてポスターにしました。これがあることによって結構小スペースでアートを楽しみつつもコンセントを隠せるっていう。このアイデアいいですね、すごい。なかなかいいポスターが見つからなくて、ずっと悩んでたんですけど、これだというのがやっと見つかったので、すごいですね。この部屋ともすごいいい感じにマッチして、すごく素敵だなと思いました。続いて、このスツールなんですかね、これは。こちらはですね、ディスプレイ台になります。ディスプレイ台。これモールテックスっていう素材を塗ってあるんですね。なので質感がとてもいいというか、それが良かった。ただ普通のディスプレイ台だと私いらないんですよ。なるほど。これ中にプロジェクターを収納するために。本当ですね。ここにプロジェクターがありますね。前回こ
この窓際の方に。そうですね。で、窓の上に置いてたんですけど、あの時はここに置いてた時外してたんですよね。なるほど、なるほど。で、使うたびにコードつないで、めんどくさい。ああ、そうですよね。っていうのと、やっぱりどうしても黒くて四角くって大きいので、部屋の中で目立ってしまう。ああ、そうですよね。それをなんかこう、うまいこと隠せる何かがないかなって思ってずっと探してたんですけど、ようやくなんかこれいいんじゃないかなって思えるものが見つかったので。すごい。これいいのはすごくアトリエみたいな雰囲気が出せつつも、ちゃんと実用性もあって、こんな感じで収納するものも隠せるし、ここに、あれですね、無印のそうですね、コード隠しがあるんですけど、なるほど、ここでもコードを隠してるっていう感じですね。なるほど。丸っこいコードしてるの。これ延長コードなんです。あ、そうなんですね。これ単純になんか飾りじゃないですか。そういう感じかなと思ったんですけど、なるほど。延長コードで、プロジェクターと、壁のコンセントにつなげてる。ああ、なるほど。っていうので、見えてもいいような延長コードを選んだ。そのアイデアいいですね。なかなかやっぱ延長コードにまでこだわりがある方って結構少ないかなと思うので。コード類はやっぱり生活感が出るので、そうですよね。できるだけ隠したい。なるほど。どうしても隠せなかったので、見えてもいいものに変えたっていう。なるほど。ちなみにこの観葉植物はどういったもの？これエバーフレッシュっていう植物になりまして、夜になると葉っぱを閉じて眠るんですよ。じゃあすごく生き物っていうか。生き物っていう感じがすごく、見てて面白いですね。やっぱ部屋に緑あるとやっぱまた雰囲気変わってきますね。ですね。僕も緑を置きたいなっていうふうに思うんですけど、やっぱ若干ちょっと抵抗あったり、意外と場所も取ったりするしなと思うんですけど。やっぱり水やりの手間、暇っていうのがかかるから。でもこういったものだったら、自分の中で楽しみがまた増えるというか。ですね。ありがとうございます。アート系の近くにあるこのテーブルとスツールというか、椅子。はい。これはどちらのものなんですか？椅子はですね、アルハンセンのキューバチェアっていう椅子になります。なるほど。これ折りたたむことができる。こんな感じでちっちゃくできるので。すごいですね。なんか割と折りたたみチェアってデザイン性が、みたいなのが多いんですけど。そうですよね。だし、やっぱ耐久性がやっぱ、結構安いものだったら、結構やっぱ出てくるかなと思うんですけども、結構これいい家具じゃないですけど、結構お高いですよね。お高いです。ちなみにいくらぐらい？これ17万ぐらいしてるので、その金額の分の質感とかはあるかなって思いますけどね。僕が買えるのは10年後に20年後。なるほど。で、こちらのテーブルは、これテーブルじゃないんですよ。テーブルじゃない？なるほど。これがもしかして有名なアルテックの。アルテックのスツール60っていうスツールなんですけど、その上にテーブル天板を乗っけてる。なるほど。これでちょっと拡張した感じにしてます。もうずっとテーブルかなと思ったんですけど、実はテーブルじゃない。実は。すごい。じゃあ普段はご飯だったりとかっていうのもここで食べられてる。なるほど。すごいですね。こういう使い方もあるんですね。なるほど。この突っ張り棒みたいなものってどこの？そちらはですね、ドローラインっていう言葉が作っている。世界一有名な突っ張り棒というか、おしゃれな突っ張り棒。おしゃれですね。なんですけど、なんかいろいろパーツがあって、自分が好きなものを好きなようにカスタムできるというか。なるほど。ドローラインってやっぱ結構おしゃれ好きな方が持っているイメージありますけど、やっぱ一番の特徴っていうのは、こういう白い突っ張り棒だったら、あんまり圧迫感がないというか。そうですね。お部屋に同化してくれるので、なんかこう、悪目立ちすることもなく。なるほど。そうですね。で、今かけてるお洋服たちは、いつも着ることが多いスタメンですね。っていうか、スタメンというかですね、お洋服自体が多分年間通して、18着とかそのぐらいしかないので、
まあここにかけてるのって着丈が長いものなんですよ。アパートメントさんらしさが出てますね。ありがとうございます。着丈が長いお洋服が、そちらの押し入れの中に収納ができないんですよね。なるほど。それでどうしても見えるところにかけておかないといけないので、こういう形に今してるっていう感じです。じゃあそれつながりで、この押し入れっていうんですかね、中もちょっと覗かしてもらっていいですか。はい。こんな感じになります。ありがとうございます。じゃあ洋服類も全部ここにまとめられてるっていう。そうですね。今着てる洋服っていうのを今ここに出してます。で、冬にしか着ないものっていうのは上の方に今収納してるような感じで。なるほど。だいたいここと左のこのドローアラインと合わせても10着。今現状は1、2、3、はい。10着ぐらいですかね。すごいですね。僕すごい思うのが、女性の方で持たない暮らしだったりとか、ミニマリストされてる方ってここまで服装の数減らするのって結構大変じゃないかなと思って。私、そうね、割とお洋服好きなんですけど、そうですよね。すごく洗練されてて、あんまりたくさんあってもうまく使いこなせないっていうのが分かったので、もう無駄に増やすのはやめようと。なるほどなるほど。結構やっぱファッションのすごくセンスというか感度がすごい高いなって思ってるんですけど、ファッションを楽しむ上でなんか気をつけてることとかあったりしますか？そうですね。お部屋の中に、見えるところにかけるっていうこともあるので、部屋のインテリアを邪魔しないようなっていうのはやっぱり思います。なるほど。ちっちゃいバッグ。で、ちょっと大きいバッグ。で、普段使いのバッグ。と、これが、お財布なんですけど、ショルダーがついてる長財布になってて、全部黒にしてます。すごい。飽きが来ないですよね、黒だとね。僕もこれ以前持ってたんですけど、この照明は、そちら、パンテラポータブルっていう照明ですね。有名な、可愛いです。そうですよね。このなんかミニマルな感じというか、キノコ型で、充電コードささなくても持ち運びができますよね。これ充電をしてどこにでも置けるので、コードレスで持ち運びができるっていう意味では。押し入れの中ってコンセントがないので、普通だと照明って置けないんですけど、こういう充電するタイプのものだったら、置けるっていう。なるほど、なるほど。ありがとうございます。気になるのが、この、見たことあるような。既視感がある。これはもしかして。スノーピークのね、黒が私の寝具ですね。なるほど。じゃあもう、今もこれで寝られてる。すごいですね。じゃあもう、基本的には、ここには、日中だったりとかっていうのは寝具を置かなくて、毎朝起きたら、ここの押し入れの方に収めてるっていう。なるほど。ありがとうございます。この照明僕素敵だなと思って、なんかよくインテリア雑誌だったりとかでも見かけるんですけども、これはもしかして。こちらは磯間野口のあかりっていうシリーズの照明になります。うちで使ってるのは 45A っていうタイプになりまして、直径が45センチの照明で、A タイプっていうのがこの竹ひごが等間隔に狭い形で並んでるのが A タイプの特徴ですね。なるほど。じゃあ磯間野口のあかりっていう照明でもいろんな種類のタイプがあるんですね。なるほど。このね照明があるとないのではちょっとまたこのねお部屋の雰囲気っていうのがまた変わってくるかなっていうのがあるので。やっぱりなんていうんですかね、日本人受けもすごくあるし、外国人受けもあるなって思ってすごくね、このやっぱお部屋を象徴する家具の一つなんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。こんな感じで、アパートメントさんの、ルームツアー撮らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ここからはね、アフタートーク的な感じで、ちょっといくつかアパートメントさんにちょっとお聞きしたいことを、まとめてきたので、ちょっと質問に答えていただきたいんですけども、物を持たない暮らしっていうのを実践されている中で、何かきっかけっていうのがあるのかなと思って、ちょっとお聞きしたいんですけども。きっかけは熊本地震ですね。なるほど。あの時、この部屋にいたんですけど、あの当
当時は普通のお部屋で普通に物がある感じで、すごい扉という扉が全部開いて物が全部落ちてきて、足の踏み場が本当になくなったんですね。で当時前震の時に私ちょうどお風呂にの時間で、お風呂場で揺れたんですけど、すごいタイミング。すごいタイミング。でもあの時お風呂場にいたから私は怪我をしなかったなと思って。ああ、そうですよね。確かに物が多いとやっぱ何か物が倒れて、ね、そこで怪我を負ったりとかっていうケースもあるから、逆にお風呂場の方が安心だったりするのかな。ですね。落ちてくるものがない、あんまりないから、そういう意味で良かったなって思って。なるほど。開けた瞬間、これはちょっと歩けないこの部屋って思って、なので最初はその壊れたものからもちろん捨てるところからスタートしたんですけど、それが一通り終わった時にもうちょっと減らした方がいいかもしれないなと思って、それから物を減らし始めたっていうのがきっかけになりますね。なるほどなるほど。じゃあそういった上で、自分の家具も洗練させつつも、今こういった感じのインテリアが実現できたっていう感じですね。そうですね。はい、ありがとうございます。続いて震災関連でちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、震災を機に物を減らしてよかったことと、あとは万が一の備え、こういった、今日ちょうどね、雨が結構降ってるんですけども、もしかしたらね、災害があるかもしれないって言った時に、万が一のために何か備えてることだったりとか、ちょっと気をつけてるところっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども、何かあったりしますか？物を減らしてよかったことは、行動力が非常についた。なるほど。物が多いっていう状態だと、何かをやろうと思ってるのに、その前にやらなければいけないことがやっぱり多いので、結果面倒くさくてやらない。わかります。僕もまさにそのですよね。そうなんですけど、物を減らしてしまうと、やりたいことに直にダイレクトにそのままいけるっていうので、なんかこうフットワーク軽くなるっていうのがすごくあって、あとはそういう生活をしてると、やらなければいけないこととかやりたいことみたいなのを一番真っ先にやるような感じにシフトしているんです。大体その物が多い時って大体そのやりたくないことやらなければいけないけどやりたくないから後回しって言ってなんかそんな感じでやってたのが、今はどうせやんなきゃいけないんだからさっさとやってしまおうっていうそういう考え方のシフトにもつながって、確かに、行動のハードルがやっぱ下がっていきますよね。下がっていくので、それで言うとちょうど結構今旬のアパートメントさんの話題として、昨日僕も初めてインスタライブでお聞きしたんですけども、お片付けのオンラインサービスっていうのをちょうど昨日から募集されてて、すぐね瞬殺で受付が終了になってしまったぐらいすごく大人気なサービスをちょうど昨日発表されたばっかりで、7月分ですかね。7月分ですね。7月分はもう全て完売になってしまったんですけども、8月のサービスもまた新たに始められる予定っていう感じで、そういったフットワークを上げるっていう意味でもやっぱり物を減らしてよかったっていう。そうですね。お片付けサービスも、やりたいなってずっとは思ってたんですけど、どうやって形にしようかなって思ってたところだったんですね。でちょうど渋さんが来られた時にちょっとご相談したら、自分だったらこんな風にやるかなみたいなことをアドバイスしていただいて、いやもうそれさっさとやってしまおうと思って。確かに、渋京万歳です。渋京万歳いやもうこの動画も実はですね、まさに僕渋さんの、ルームツアー動画で出していただいて、多分それきっかけでアパートメントさん僕のことを知っていただいて、僕もアパートメントさんの、渋さんとコラボされている動画を見させていただいてから、ありがたいことにアパートメントさんの方からちょっと DM いただいてですね、そこからトントン拍子にこういった感じでちょっとルームツアーさせてくださいっていうことで、撮らせていただいてるんですけど、
本当ね、渋さんにはすごくいいアドバイスだったりとか、まあそういう人が軽く動けるようになったっていうのもまさに渋さんのおかげかなって思って、そう、ここで今日万歳ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでお礼を言うとこ。続いて、最後のね、質問ちょっと、お聞きしたいんですけども、まあ直近でもしかしたら引っ越すかもしれないっていうことをちょっとお聞きしてですね、引っ越しをする際にお部屋選びで何か意識されてることっていうのがあれば、ちょっとお聞きしたいんですけども。これエリアですね。ああ、なるほど。場所ですね。どこに住むかっていうところを、今回はすごく重要視したいなと思って、なるほど。暮らしやすさとかっていうのもあるんですけど、どんなに安いところであったとしても、あまりにも不便なところには住みたくないなっていうのもあって、結構場所選びが大事だなと思ってます。場所がやっぱ都心部から遠いとやっぱり、ね、移動もしにくいし、そうなんですよね。引っ越しとかもね、やっぱりなるべく都心部から近い方がいろいろとね、まあ便利だったりするかなと思って、まあそういった場所だったりとかに結構意識があるっていうか。そうですね。ちなみにこの部屋はどれぐらいもう住まれてるんですか？この部屋は12年ぐらい住んでて。おお、じゃあもう12年ぐらいもう引っ越しは経験してないっていう。してないんですよ。なるほど。そうなんですよ。じゃあ大変ですね、お部屋大変なんですよね。なるほど。なんかどういったもので調べられてるとかありますか？お部屋選び。私もネットでも見てるんですけど、あとは不動産屋さんにお願いして、なんかいいのがあったら教えてくださいとお願いして。なるほど、なるほど。じゃあもしまた新しいお部屋でまた撮影させていただければ。いやー、その際はもうぜひ来てください。ぜひ。はい。また福岡とかぜひ来る機会があれば、多分渋さんも待ってらっしゃると思うので、ぜひ僕に家に遊びに来ていただければ、ぜひ伺いたいと思ってます。ありがとうございます。ということで、今日はアパートメント301さんの、ルームツアーをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、アパートメントさん、先ほどね、インスタグラムの方で、まあ、インスタライブだったりとか、まあ、日々の日常だったりとかっていうので、上げられてるので、そちらもチェックお願いします。あとは、最近、さっきご紹介したお部屋の片付けオンラインサービスっていうのをね、始められたってことで、またね、来月分も募集されるってことなので、もしね、気になる方はそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画はこんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。ありがとうございます。ありがとうございます。